今週はベイビーに取り残されてビジョンと2人でフランス・パリを過ごしました。でしょベイビー。もまたそういう話してるのベイビー。う。でベイビーどうだったのリターニャで。楽しかったっていうから何かなって思ったらその2つだよ。ベイビーね、なんでリトアニアに着いたら18回の着信履歴あったのベイビーから。ジェントクリスです。どうだった？たくさんあります、皆さん。もう、全然大丈夫だった、ベイビー。これまず飲んで。最近ね、足なんかずっちゃった。お母さんとお話したら、もう絶対マグネシウムが必要じゃないって。なんかマグネシウムがそこに溜まってるよ。で、ミックスしないと。混ぜて。コメントもさ、マグネシウム飲んだらって書いてあったよね。すごいよ、それ。ありがとうございます。もう、お母さんと同じ考え方と、お母さんね、たくさん買ってもらって、もう、何個みたいで持って帰りました。本当だからもう毎日飲んでます。で、どうだった？私たちが取り残された時って。全然大丈夫だった。何が大丈夫だった？何が大丈夫だったの？めちゃくちゃ楽しかった。よかったね。そう。よかった。本当にめちゃくちゃ楽しかった。久しぶりに行ったんじゃない？もう、半年もっとじゃない？ぶり行ったんだから、本当によかった。どうだったので？楽しかった。分かったからどうだったの？なんか、行く理由は、母の日だったじゃない？だから、僕ね、母の日の夜、すごい遅く着いて、朝の1時ぐらいディナーだったんだけど、できました、お母さん。すごい。お母さん1時まで何も食べてなかったの？多分もう待ってた、もう用意した。あ、そう。嘘嘘でしょ、夜中の1時なのに。もうちゃんと用意した。優しいね。めちゃくちゃ優しい。と、着いたらディナー食べたから多分3時半までぐらい話して、もう寝ないといけないっていう話になって、すごいよかった、家族で。そう、本当に待ってたみたいね。まずマフィンちょっと食べてみたい。何言ってるんだろう、ベイビー。ベイビーが昨日、いきなりね、キッチンでカシャカシャしてるから、あれ何って言ったら、こういうね、マフィンを作ってくれたの。それで見せた方が可愛くない？こうやってね。ほら。なんか、ブルーベリーマフィン。焦げてると思うんだけど、焦げてない、ブルーベリーです。すごい美味しかったよね、昨日昨日の夜も1個ずつ食べました。そう。ジュンクの一番好きなマフィンじゃない？そうなの？いつからいいよ、じゃあ好き。いつもスターバ行くときに、ブルーベリーマフィン頼んでるか、クッキー。チョコクッキー。チョイスの中でそれが一番美味しそうだなっていう感じ。ブルーベリーマフィンの以外ってどういうマフィンあるかな？わかんない。チョコマフィン、バナナマフィン。皆さん何が好き？ベイビーはこれみたい。そうかもしれない。まあでもいいよね、ブルーベリーね。いや、でも本当に美味しくって昨日作ってくれて、ベイビーが。ありがとう。昨日ね、作ってたのね。で、それでさ、短時間30分でディナーとこれを作っちゃうから、レストランやりたいって言ってるから、本当にやるかわかんないけど、そしたら、じゃあ、ミシュランスターレストランやるなら、もう、ミシュリンスターしないとね。そうだよ。ここ、オフランスですから。ね。でもさ、フランスいるとさ、なんか知らないけど、私のところミシュランだよとかってさ、そういう会話になるじゃん。なる。出て近いのよ。みんなさ、三つ星なんだけどとか。なんか三つ星も結構近い、たくさんある。二つ星なんだけれども、これから頑張るっていう人たちもいたりとか。そういう人出てくるから、簡単に取れるかなって、頭の中も入れてますから、レストランやるなら、もうミシュリンスターゲットしないとね。目指さないとね。そう。簡単ではないと思うよ。でも、ちょっと楽しくやらないと真面目に。
それあるし、だけどもうギャラリーやりたいし、レストランもやりたいし、あとは何かだった。ごめんね、いろいろやりたいことあるんだけど、これね、きっとね、みんなね、YouTube 見て、タイトル見て、全然違うこと話してるからね、ベイビー。全然違うこと話してるから、これは本当にありがたいんだけれども、で、リトアニアどうだったの？まずね、パリの空港行ったら、チェックインカウンターの人と話して、ちょっといい席ないですかと聞いたら、ないよって話し合ったんじゃない？と、じゃあもうちょっと前に移動していいですか？飛行機の前と、大丈夫みたいだけど、まあ結構混んでるから、あんまりなんかプロミスできないって話になって、と、ベイビーとバイバイして、飛行機行ったら、自分の席に行って、ビジネスクラスになった。ねえ、すごくない？めちゃくちゃびっくりした。よかったよね。もう最初からよかった。グレードアップって、ほら、私たち空の旅とか、まあまあしてる方じゃないかなと思うんだけど、一回もね、なかったけど。なかったと、ちっちゃいエアラインじゃない？パリからリトアニアに行くっていう2時間ぐらいの飛行機なので、小さい。そう、飛行機もちっちゃい。でもさ、満席ってなんて言ってなかった？言ったよね。でも隣空いてたって言ってた。空いてた。だから私行けたじゃん。全然。ビジョンの席は？あった。3つあった。ビジョンも行けた。でも試着できたら。まあ中に入れたらね。そう。でも、めちゃくちゃ喜んでた。と思った。よかったよね、ほんと。そう、ベイビーにすぐ写真送りました。ビジネスクラスどうだったの？食事。2時間ぐらい出てきた？出てきた。まあでも、エアラインはいつも出てくるんだけど、もうちょっと特別な、クロワッサンみたいサンドイッチできました。ビジネスはクロワッサンとかなんだ、サンドイッチの中でも。そういうちょっと。面白いね。そう。だから、と思った。ありがとうございます。悪いかなと思いながら、もらいました。で、ベイビーどうだったの？リトアニアで。なんかね、お父さんのお墓行って、おじいちゃんのお墓行って、きれいにして帰りました。さ、これね、2回目なんだけど、私聞くの。本当に、なんて言っていいかわかんないよね、このコメント。よかったよ。すごい楽しかったよ。おじいちゃんのお墓行って、お父さんのお墓行って、きれいにしてた。ね、しないとね、心の中ね、しないとね、ちょっと重かった。そっか。楽しかったっていうから何かなって思ったら、その2つだよ。まあそれはメインだけど、そういう母の日以外にメインだけど、そう、母の日はどこに行ったのかなって。だけど、なんかね、行かないとね、そっか。そう。でもその2つだけだったからびっくりしたんだよ。もっとやりました。で、何やってたの？まあ、その、お墓以外に、ずっとお母さんと一緒にいたじゃない？今の家を売りたいから、新しい家探してるじゃない？一人だってちょっと大きいから。そう、今の家はちょっとね、いろんな不動産話しないといけないだから、ちょっとミーティングやって、不動産たちと、お家見たの？新しいうちも探してて、朝起きてもうすぐ調べてた。お家と、お母さんもこれはどう、これはどう、これはどう。でも、自分でもよくわからないだから、これからどうしたいとかわからないし、だけど、今の家を売りたいから、売ったらどうするってなっちゃうじゃない？今の家の近く、何個見つけて見に行きました。3日間ですごいね。お墓行って、2日間。4日間 2日間だった。4日間でさ、ベイビー、お母さんとお墓に行って、で、それでさ、お家まで見てね。すごい忙しかったでしょ？結構ね、ちゃんとできましたね、いろいろ。よかったね、ベイビー。よかった言って。そうじゃなくて、もういいよ、その話。はい、ジュン君何してたでしょ？ね。But your teeth are blue. ジュン君の歯ね、青くなってる。食べない方がいいかもしれないね、このブルーベリーマフィン。撮影中はね、ブルーベリーマフィンは危ないです、皆さん。お気をつけください。
写真撮るときは。何やったの？友達も会いました。ベストフレンドと会いました。あ、ベイビーのやつもう大丈夫じゃない？あ、もう終わり。ベイビーはどうだったこの2日。すごい楽しかった。よかっなんで笑ってるの？た。よかった。ベイビーね、なんでリトアニアに着いたら18回の着信履歴あったの？ベイビーが。だから18回も電話してないからね。じゃあ15回ぐらい。変わんないじゃん、あんまり。3回ぐらいだって。携帯オンしたらもう出てきた。もうたくさん出てきたと、新しい出てきてるみたい。大変だったんです、ベイビーズ。ベイビーズだったの？ベイビーズ多かったよ。皆さんね、コメントもっと入れてください。ニックネームっていうかな。なんて呼ばれたいの？うん。コメントに入れてください。うん。今のところじゃあベイビーズが多いから、じゃあ、ベイビーズっていうね。で、ベイビーズさんおかしいね。じゃあなんで18回電話したのベイビー？ベイビーズね、Wi-Fi がなかったの。で、Wi-Fi が今ないって大変じゃない？携帯のね、キャリアのね、このインターネットもなかったの。いきなりだよ。いきなりね、Wi-Fi が使えない。パソコン、はい、もう使えません。みたいな。携帯でなんかさ、こうやってさ、LINE とか見ようとするじゃん？全部サーバーにつなぐことができません。みたいな。なんでこうなってるわけみたいな。びっくりして、もしやと思って、フランスだから、ほら、ボックスみたいなのあるじゃん、Wi-Fi の。あれを見に行ったの。正常に動いてるの。だけど、一応リセットして、もう一回やったの。まあ、時間かかるじゃん。あれをね、何回かやったんだけど、全然変わらなくて正常に動いてるのね。Wi-Fi のところにね、連絡しようとしても、夜だから連絡できないし、ベイビーがね、連絡してくれたので、だって私連絡しようがないのね。チャットでお問い合わせくださいっていうところなのね。だから、チャットってなると、Wi-Fi ないから、どうやってみたいな。だから、ベイビーに何回も電話してっていうことで、18回じゃない、3回ね、ぐらい電話して、で、それで、聞いてくれたんだよね。うん。まず、どういう問題ですかって調べてって言われたじゃない？うん。調べても何も出てこないじゃない？フランス遅いから多分来週ぐらい出てくるじゃないとか。もうやめてと思って、それまでないと怖いじゃん。だから調べて、まずお金払ってるのかっての調べたの。そしたらちゃんと払ってるよ、ジュン君。だから、心配しないで大丈夫。ほら、家族で忙しいから、心配しないで大丈夫、大丈夫って言って終わろうとするわけよ。私はさ、ビジョンと2人じゃない？もう大変で、一人で。どうしよう。これがなかったら大変だ、大変だ。私どうやって生き残るのみたいな、わかる？いや、Wi-Fi だけでしょ？だから、Wi-Fi と携帯のキャリア。電気あったし、水もあったし、よかった、ベイビー。まあ、電気と水はあったのはすごい良かったよね。うん。前もなかったから、ここをね、リノベーションするとき。じゃあきっとね、区間的なものでこのエリアがおかしいのかなっていうので、はい、ベイビー、そこ記事にね、なんか書いてないかさ、Google で探してみてって言ったのね。あ、今はなんか工事中みたいなのが、ね、出てきたりするじゃん、たまに。それが全くないから。パンツ見たことないね。あれー、じゃあどうしよう、もうやだー、みたいな感じだったんだよ。だけど、同じキャリアで、僕持ってる携帯はもう問題ないから、じゃあやっぱ区間的なものだよね、これ。だから問題ないと言って、絶対問題あるんだって、だから携帯のキャラ使えないし、Wi-Fi 使えないんだもん。ベイビーも心配しすぎて、問題ないよって言って。心配するよね、いろいろね、フランスであったもんね。昔の動画見ていただければわかるんですけれども、もう心配しちゃうよね。ベイビーはもうトラウマになってるんだけど、ベイビーズもなるよ、ずっと見てる方はね、なるよね。心配じゃない見てる方でもトラウマになるから。だってここの YouTube も見れないんだよ。僕の携帯使ってるから、じゃあすぐ治るかなと思ってて。そう、だからすぐ治るから大丈夫だよってベイビーが言うんだよ。言っても、また電話来る。本当ですかみたいって言う。本当ですかじゃなくて。わからない。いや、本当ですかじゃないって。どう？ちゃんと繋がったオペレーターとかそういうことなの。そしたらね、いきなりなんだけど、3時間後に携帯のキャリアの方が使えるようになったの。あれみたいな。
あれ LINE が開けるみたいなさ、びっくりで、あ、インスタ見れる、YouTube 見れるみたいな感じ。だけれども Wi-Fi はまだだったの。それで何回も言ってもインターネット全然ないとかって言って、で、そしたら1時間後にやっとパソコンの Wi-Fi とかが使えるようになったの。いきなりだよ。それで次の日にいきなりこの携帯のね、会社さんからね、連絡あって、5つ目。これからインターネット工事を行いますので、あさっての昼ぐらいまではかかります。数秒後に、あなたのインターネットは改善されました。数秒後に、今回はご迷惑をおかけしました。3つのメッセージがポンポンポンって入ったの。なんで笑ってるの？ちゃんとしてる会社だね。そうよ、ちゃんとしてる会社だからね、フランスでは。バンバンバンって入ってきたの、3つ。連続して。はぁみたいに、またインターネット工事するのってさ、もう、悲鳴あげるじゃん、私。数秒だよ、本当に。あなたのインターネットは改善されましたということ。ちょっと、私これ間違ってないかわかんないから、翻訳アプリを開いて、翻訳してみたの、日本語に。間違ってないわけ。合ってたわけよ、私の解釈で。そういうのってさ、工事する前に送るもんじゃない？ねえ、ベイビーズもそう思わない？なんか送ってほしいよね、工事する前に。あの時はまだ3、4時間だったらわかるじゃん。もう最初からさ、2、3時間かかりますよとかさ、だいたい長くても4時間、5時間かかりますよって言ってくれれば、しょうがないよねってなるんだけど、その時は、もうこれは壊れてしまった。これはもうね、数日間じゃない。ここはオフランスだからもしかしたら数週間かかるんじゃないみたいな、もうドキドキしてたわけよ。わかるでしょベイビー。ベイビーズもわかるよね。ミはわかるんだけど、まあ、本当に普通じゃないってなってるね。なんかね、僕、一人どこかに行ったら、いつも問題になる。こっちのベイビー。なんか知らない、もう飛行機乗ったらもう電話来るみたいって感じになってる、いつも。だから一人にさせない方がいいんだよ、ベイビーを、私は。前は何やったベイビー？1年前にベイビーがまたリトアニアに行った時なんだけれども、その時はなんとオートロックなんですよ、フランスの玄関のドアってオートロックで、それでなんとね、鍵を忘れて外に出てガチンってやるともう一生入れないみたいな。で、なんか知らないけど、すんごい厳重なドアで、一回閉めるとね、1、2、3、4ってね、一気にね、4つの穴にさっさってやるから、もう厳重すぎるドアなんだよね。なんか、もう大変だったの。それが起きたっていう事件です。鍵を忘れた事件ですよ。ベイビーがリトアニアに行く前に、鍵事件は一回あったのね。ね、ベイビーが一緒にいた時に。それは大事だったの。なのにもかかわらず、ベイビーが行っちゃって、一人になった時に、また鍵事件やっちゃったの、一人で。夜6時以降だったのね。で、6時以降だと、はい、チャージ、夜の時間、みたいな。はい、週末だから、はい、チャージ、とかって言って。で、それで来てくれるじゃん ?1 時間後ぐらいに。そうするとさ、はい、僕たち来たよって言って、はい、来たお金、はい、いくらみたいな。来るだけでもお金かかるんだって。最初に電話で言ってくれればいいじゃんね。はい、あなたどうする？僕がここのドアを壊すか、鍵をね。それともこのままでいるか。この2つのチョイスしかないよって言われて、はぁ、みたいなね。で、結局さ、じゃあ開けてくださいってさ、なるじゃん。で、その後に絶対に言われるのがこれ。鍵を壊したから、はい、鍵壊れてます。鍵をつけたいんだったら、今持ってるからつけてあげれるよ。はい、これいくらするよ。っていう感じだよね。それかもう、ロックできないけど鍵壊れてるから、誰でも入れちゃう感じになるけどもいいみたいな感じなんだよね。もうテクニックありますよね。テクニックがある。もう結局、もうベイビーとね、その時話したんだよね。リトアニアの電話で。で、それで結局決めたのが、一回その前に事件を起こしちゃってるから私たち。もうちょっと慣れてて、実際。すんごい大金をね、請求されるわけよ。だからそこはね、嫌だなと思って自分たちでやりたいと思ったから、1回目はお金払っちゃったからね、私たち大金を。2回目は私たちね、ノーって言って、でそしたら出張費と壊したお金だけ。それで10万円だよ。それでも、10万円だったよね。信じられないよね。詐欺。
そうなの、そういう事件が起きるのよ、私が一人になると。もうベイビーズ笑ってるでしょ。フランスってね、なんか知んないけど、問題が起きすぎて、その時は信じられないって、もう、ムカつくとかってあるじゃん。数ヶ月後になるとそれがなんか笑いに変わってるんだよね、なんかね、コメディみたいになってる。もう笑うしかないよねってなって。もしもフランスに今後住む方とか今住んでる方いたら、保険会社に速攻電話して、その方々が探してくれるみたい。それでやった方が絶対に無難っていうことですね。最後ね、保険会社にさ、一応さ、こういうダメージがあったっていうことを、家のさ、保険入ってるとあるじゃない。で、連絡するとちゃんとね、その保険会社の人は、説明してくれるの。こういうね、詐欺には気をつけてくださいって。すんごい大金で、私は見たこともないぐらいの信じられない大金なので、っていう。だから、こういうことがあった時は、ちゃんとすぐに保険会社に電話してねっていう感じだった。っていうことでね、やっぱね、一人だとあんまり良くないみたいね、私ね。っていう。なんか。でも、ベイビーが行かなければいいんだよ。ベイビーは、かわいそうに一人だから、今日はちょっと二人でデートしようかなと思ってます。本当に？どこに？ちょうどパリにいるから、パリがいいかな。嬉しい。たくさん行きたいところあるから。Thank you。この動画がいいなと思ったら、ぜひグッドボタンお願いします。お願いします。インスタフォローもしてね。そして YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょうね。せーの。アチュー。